はい、皆さんおはようございます。八郎です。カブトムヨジン岳1005メートルに登頂しました。この後ですね、ちょっと下に下ってそこでガパオライスを作ろうと思います。炊けたかな。炊けたね。はい、じゃあそれじゃあですね、お米が炊けたので蒸らしてる間にガパオを作っていきましょう。そうか、これ丸いんだったね。まあいいや。はい、サラダ油です。このサラダ油は、玉ねぎやひき肉を炒めるときにまず1回使って、その後はフライドエッグを作るときにもう1回使います。まずは玉ねぎを炒めていきます。はい、塩です。はい、ちょっとでいいです。飴色になるまで炒める必要はないです。透明になるぐらいで大丈夫です。続きまして豚肉を入れていきましょう。これ前もお話ししましたけど、このゴースタックすごく便利なので、皆さんもゴースタックお買い求めになって山や海でゴースタックしてください。黒胡椒と、唐辛子バーン。続いてチューブ生姜、チューブニンニクです。はい、バーン。ひき肉も玉ねぎもめっちゃ炒める必要はないですね。色づく程度で OK でございます。お醤油と砂糖とレモン汁合わせたものです。バーン。はい、そしたらですね、ここにピーナッツを入れていきましょう。ピーナッツこれ丸のままでもいいんですけども、若干こう細かくしながら入れてあげるといいと思います。続いてピーマンですね。赤ピーマン、青緑ピーマン、黄色ピーマン投入していきます。バーン。はい、ここにナンプラーを投入します。ナンプラー。続きましてスイートバジルです。本当はホーリーバジルと呼ばれるものを使うといいらしいんですが、日本のスーパーにはホーリーバジル出回ってないですね。なのでスイートバジルで代用します。炒めると軽く香りが出てまいりますので、指でちぎっていいのでちょっと小さくしてあげます。はい、ここに投入します。はい、これちょっと味見します。よいしょ。熱っ。爽やかです。卵を焼いていきましょう。はい、まず油です。油多めの方がいいです。ここにですね、卵を入れていきましょう。ほっ。周りはちょりちょりで中の半熟がめっちゃトロトロな感じを目指すといいと思います。だいたいその卵の焼け具合のその基準なんですけど、この黄身の周りにですね、白身がこう若干かぶってくるんですよ。かぶってきたらだいたい半熟と卵が固まったのの中間のいいところだと思います。この卵を、先ほどのご飯の上に乗せて完成です。最初はグー、じゃんけんぽん。おっし。最初はグー、じゃんけんぽん。
それではガパオライスいただきたいと思います。あ、いいですね。ちょりっとしてますね。素晴らしい。黄身はとろっと、白身はちょりっと。ではいただきたいと思います。とても美味しいです。具材の細かさとかもそれぞれちょうどいい感じに細かくて食べやすくて、ピーナッツが口に入ってきた時にすごいなんかカリッとしてるっていうか、食感が変わってすごい食べてて楽しいです。こんなにいい場所で緑に囲まれて食べるご飯って贅沢だなって思います。私が作ったわけじゃないんですけど、とても美味しいです。じゃんけんに勝ってよかったです。